どうも、浜根の温泉のゆっけです。ポテトです。ということで、はい。この動画が公開されている8月8日はい。は、ハバネロの日ということで、しかも今回は3周年です。皆さんのおかげでここまで続けることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。しかもね、今年はは令和い。8年。っ8月の8が3つ並びます。てことは当たります。ラッシュ濃厚ですかこれ。そういうくだらない話をしないでください。奇数じゃないからね。そうなんですよ。偶数なんですよ、私たちは。っていう話は置いといて、はい。いつも通りこの動画の後に通常の温泉の動画が公開されるんですけれども、はい。そこで3周年にちなんだあるお知らせと、動画の最後にまたもう一つお知らせがあります。お知らせとお知らせですね。お知らせとお知らせ。すごいお知らせしますね。そうですね。重大発表って言ったらちょっと釣りすぎかなと思って、重大発表って。それサムネにするわ。僕たち動画やめますみたいな。今までありがとうございましたみたいな。釣ろうか。いや、じゃあそれねちょっと。やだよそんな釣り。ということで、はい。本編動画見てもらいましょうか。そうですね。ズームインみたいな感じ。どうも、浜根の温泉のゆっけとポテトです。さあ、暑いですけど、今日もうちのチャンネルは温泉を紹介しに行きましょうか。はい。暑いです。夏の温泉はね、ぬる湯とか冷泉じゃないと、冷光泉か、とかじゃないとちょっときついけど、今日の温泉はどんな感じなんですか？はい、今日はですね、狭山郷温泉、はい、虹の湯さん。あれ前行かんかったっけ？行きましたよ。去年？一昨年ぐらいに？もう2年半ぐらい前ですか。はい。行きましたけど、前回来た時ね、あなた何を紹介しましたか、この虹の湯さんの。この温泉いいよみたいな。雑すぎ？そう。大阪観光に来て、でその、一番最後の締めにね、寄らせてもらったんですけど、露天風呂ある、滝が流れてる、すごい、今日大阪楽しかったで終わりだったのよ。俺らそんなバカみたいな説明してた。そんな何も中身ない説明だったか。はい、中身なかったです。そうか。見返してください。動画は上がってますんで。すいません。ということで、ひどいありさまだったんですよ。はい。前回の場合ですね。だからその動画のもうアップデート企画ということで、ちゃんと隅々まで紹介しようということですか？そうやって言うとハードル上がるんだけど前回ね、ちゃんとおすすめポイントで紹介できなかったところも、なるほど、今回紹介させていただこうと。おー、いいじゃん。一回やってるよね、岐阜の時に。今井屋ってやつか。そう今井屋さんの時に。今井屋さん、今井屋さんね時にやってたような感じで、もっと細かくちょっと紹介できたらなと思っております。なるほど。中にご飯あるんだけど、夕方からの利用だから、せっかくだから昼飯食ってから行きますか。そうですね。それぞれ調べてきたんだよね。そうだから、ここ来たらここ行っとけみたいな。そう中のグルメももちろん美味しいんだろうけど、ここもおすすめだよっていうところを何軒か調べてきたんで、ちょっとユッケおすすめ店と、ポテトおすすめ店をちょっとそれぞれバトルだね。バトルってほどじゃないけどどっちか食べたいなーっていうのをちょっと見てもらって決めてもらえれば、両方食ってもいいと思うけどね。両方食ってもいい。食いしん坊は両方食ってもいいね。ということで、はい、飯に行きますか。行きます。これがユッケさんおすすめのうどん屋さんですか？はい。駐車場はこのお店の前に2台止めれるぐらいらしいんですけど、でもすぐのところにね、ポイントがある。そうだね。今日行こうとしてるのはこちらです。看板が見えにくかったか。農家のうどん屋さん。いいね。で、すぐそばにコインパパあります。めっちゃいいですね。ねえ、お腹空いたからご飯食べましょう。
まそう。これ釜玉と、俺はナスと、ちょっと隠れちゃったけどエビ天が下にあります。うまそう。結構細麺やな。うまそう。重量感、これ大盛りじゃないのにめっちゃ入ってるね。もうポテトはもうがっついてる。しか言わない。創作いなり寿司唐笠ぎつね。この奥直進って書いてある。あっち？あっちだね。これ違うわ。これ違うの？あそこじゃない？小高い丘みたいなところにあるやつ。あそこ左。あれ？うん。あそこから階段あるじゃん。そこから登れるじゃん。暑いです。ここがポテトさんのおすすめの。見てみましょう。どれにしよっかな。かわいいなこれ。ピリ辛味噌とかあるやん。1人4個ぐらい。あ、4個から受けたまっております。本当だ。最低4個食べないといけません。うわ、うな玉あるじゃん。そう。あ、なんか奥にだし巻きがある。本当だ。お弁当かな。すごいケーキみたいな。ね。はい、こちらのお店は唐笠ぎつねさんといういなり寿司のお店ですね。そこ横にしちゃったから落ちちゃったけど、大阪府堺市三原区って書いてあるわ。さっき店内のさショーケースも紹介させてもらったけど、すごいケーキみたいに並んでたよね。そうだね。てかこれよく見たら2店舗あるんだ。あ、そうだね。藤井寺にもあるんだ。手まり寿司みたいな感じでいっぱい乗ってるわ。おしゃれだよね。今回買ったのは炙り柚子、炙り味噌柚子と枝豆チーズ、スイートポテト、はい、めでたい桜とタコのカレーマリネ、一口じゅわりって書いてあるわ。いいねこれ。うまそうやな。ちょっと開けますね。はい、ちょっとねおうどんがまあまあ山盛りだったんですけど、それでも食べやすいサイズでいい感じです。じゃあ私いただいちゃっていいですか？めでたい桜は俺の中で絶対食べちゃダメだよ。めでたい桜がどれかわからないから食べてしまいそうだ。分かってんだから早く自分で食べてください。これにするかね。枝豆チーズからいただきます。はい。美味しそうやな。俺も箸出しとこう。うまっ。中身はどんな味？中身はもう普通のお稲荷さん。でもなんていうんだろう、シャリのお汁がすごい。お出汁じゃない？お出汁。じゅわーっと。じゃあ俺は炙り味噌柚子。これです。いいかな？これはね、あんまり崩れなさそう。中に味噌が入ってるのかな？でも焦げ目がついてるから、味噌をちょっと炙ったんじゃない？上に柚子がついてるから、口の上の部分についてめっちゃ香りがブワーって広がる。香りの爆弾みたいな。まあそんな感じ。じゃあ私はこちらのオクラカレータコいただきます。うまい。うまっ。カレーの味？それ。カレー風味。タコライスとは違うんだね。かわいいねこれ。桜、めでたい桜か。タイの上に桜が乗ってる。多分なんかつけてるよね。しそ漬けがなんかよくわかんないけど、桜の花びらが。鯛めしって感じ。うめえです。うまいね。これでもちょうどいいね。うどんでまあまあ腹膨れた後やから食べやすい。手まり寿司って感じだね本当に。うまっ。はい、じゃあ最後はこのスイートポテトをいただきます。美味しそう。それ中もあれなのかな？全部芋になってるのかな？芋っぽいよ。この中ってこと？そう、シャリが入ってるのかな？ちょっと待ってよ。半分かじったら。シャリ。シャリなんだ。うまいね。いいじゃん。乗ってる具材によってちょっと値段が変わるみたいですね。
うまいうまい。稲荷の催事箱っていうのかな、暦4人前で6700円まあまあないいお値段するね。でもこれ持ってこられたらうわすごいってなると思うね。美味しかったです。うまかったです。ごちそうさまでした。今日はねちょっと変わり種みたいなやつばっかりだったけど、普通のやつもあるからね。ごちそうさまでした。さあ飯も食ったことですし、はい、今から温泉行きますかということで、今回はしっかりと詳細をお伝えしていきましょうか。そうですね。ただお風呂入るだけじゃないですから。はい、今日来たのが狭山温泉郷虹の湯さん、大阪狭山店。はい、前紹介した時は、貸し切り風呂の中をちょっとバーッと紹介したぐらいだったんだけど、日帰りの温泉施設もあるんですよね。あるね。はい、で大浴場の方が、展望大浴場っていう風になってて、でここの売りでもあるさ、滝を眺めながら温泉に浸かれるみたいな。で男湯に関してはその滝をちょっと囲むように壺風呂があるんだけど、へえ。卵型になってるんだよね、その壺が。でそれはなんか有名なそのデザイナーの人とかがコラボして、その設計したらしい。なるほど。だからスパ船ではなんか初のその卵型のへえみたいな感じで。へえ、そうなんだ。だからそれも売りになってるんだよね、ここは。なるほどね。でもちろん天然温泉で単純アルカリ泉、はい。で大浴場の方はラドンビホーユと、あとラドン当番サウナ、貸し切り風呂の方にも、そのラドンの当番浴ができるようなスペースがある部屋もあるんだよね。あったあったあった。露天風呂付きの部屋が2種と、そのラドン当番浴ができる部屋が2種で、その他は普通の内風呂だけとかになるんだけど、でもどの部屋にもちょっとリラックススペースっていうか、テーブルとそのソファーみたいなのが置いてあるような作りになってるんだよね。なるほど、いいですね。今日予約したのは、前回は露天風呂だったんだけどリベンジということで、また同じ露天風呂付きの部屋で。なるほど、ちゃんと今回はしっかり紹介しますっていう感じで行きましょうか。はい、ということでもちもち時間になるので行きましょうか。行きますか。はい、ではお部屋の詳細はこの後。はい、この外観ちょっと分かりにくいかもしれませんが、こちらが狭山温泉虹の湯でございます。いいね、もう滝の音が聞こえるもんね。いい音が聞こえる。いい滝の音だ。あ、こっからもう滝見えるじゃん。ああ、いいね。あれは温泉ではない。あれは温泉ではないです。今日はね、事前に確認して貸し切り風呂も撮影していいですよっていうことを許可いただいているので、内装はね他のお客さんが映っちゃうんで難しいかもしれませんが、入り口と貸し切り風呂の方を撮影させていただきます。一応考えると家族風呂って書いてあるけど、並んでるんだよね。ああ、なるほどなるほど。でこの2階のやつが卵風呂だね。料金説明はこちらの通りです。家族風呂は部屋によって値段が変わるんだよね。部屋と時間数によってちょっと変わるんだよね。多分最安値が書いてある。そうだね。では早速お風呂入っていきましょう。これだね。5年以上での利用はできないよっていう。コロナ禍の時にできたんかな。これよく見たら全員お風呂入る格好してるね。大規模リニューアルするの。9月1日から休館するんだ。そうなんだ。へえ、こんな綺麗なのね。花椿。へえ。週替わりランチとかもやってんだ。おお。デザートを食べるってのもありかな。本日はこの霞に入ります。さあ、こちらがお部屋になります。前来た時は夜だったからなんか暗い感じだったけど、昼の方がいい感じだね。90分なのでテレビを見ることもできます。で、こちらのガラスの向こうは内風呂ですね。おー、いいね。で、奥に進むと
リラックススペースかと思いきや滝が流れてる。近いね。おお、前は夜だったからちょっと滝が見づらかったけど、こんな近いんだ。あーいいね。そして前入ったのこれかな、あんま覚えてないけど岩風呂です。さあ室内ちょっといろいろ見ていきましょうか。こんなところに取っ手がある。あ、クローゼットがあるんだ。これでスーツで来た人でも安心かけれますよ。いろいろ物も入れられる。ほー、これは何だろう。照明、お、ちょっと暗くなった。明るくなった。こっちは何だろう。あ、上です。ほんのりムーディーな雰囲気にするのも可能です。続いて洗面台ですね。コスメチェック、ポーラです。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 綿棒も置いてあるし、ドライヤーはリファ。お前目乾きやないか。ごめん、ホトとかいいか。目乾きやないか。ああ、いい風。なんか匂いしない？あ、なんかいい匂いする気がする。ね。お前乾くやないか。で、ここも調光可能です。なんか強くなったり弱くなったりした。マックスにしとこう。さあ続いて浴室ですね。あ、これはね、クラシエ。クラシエ、アプリケーターだよ。アプリケーター。いつボタニカルって書いてあるからボタニカル系だね。ほー、いいじゃん。もしかしてそのシャワーヘッドは嘘。あ、これボリーナだ。ボリーナ。家で使ってるやつも一緒じゃん。ああったね。家のシャワーヘッドボリーナだ。ということは水圧はいいっていうことですかね。チェックしますか。うわ、良さそう。もう変えれるんかな。おお、強くなった。強っ。微妙に変えれる。あ、これすごいじゃん。見て。家族とかで来て、なぜか、まあ使う人はほぼいないだろうけど、ちょっとお父さんにお風呂見られたくないっていう時にこれを閉める。そんなことはお父さんと一緒に来んやん。ちょっと見ないでよみたいな感じでしょ。でもあっちから普通に入れるよね。そこで閉めてさ。うわそんなお父さんやだな。よっしゃ、入ってくか。でも久々に来るね、ここ。そうやね。なんかでも入り口にさ、リニューアルするって書いてあったけどさ、書いてあった。これ以上まだリニューアルするんだね。こんなに綺麗だもんね。さあ、じゃあまず体流しますか。いいね。おいしかった。よいしょ、入りますか。いい温度。暑すぎない？暑すぎない。おお、いいね。いいね。じゃあ使いますか。一人で使うのにちょうど良さそうなサイズだね。ね、こうやってさ、横向きになったらさ、ほら、もうちょうどじゃん。ちょうどいい。ちょっと広めの家風呂って感じだね。いいね。あっという間にもう3周年になっちゃいましたよね。3周年。こんなに長くやるとは思ってなかった？いやー、でもなんだろうな、俺は結構ずっとやってたいなと思うよね。俺やめたいなとか思ってるわけじゃないんだけどさ20年から3周年、この1年間でなんか一番印象だったことってやっぱ引っ越したことじゃない。関西に？俺にとっては引っ越しが一番でかいね。そうだな。だって全く知らない土地に移住するってことだもんね。
一番意外だったのは、まあ、ユッケが一緒にこっちに来てくれるっていうことだね。あ、ほんま。全然地元が奈良だったから一緒に来るのは平気だったけどね。地元が奈良って言ってもさ、やっぱちょうどその仕事をね変える時期だったっていうのはあるけど、でもさ、それで一緒に大阪に来てくれるっていうのは、なんかそれだけこのハバネロのことを大事に思ってるんだなと思って。ハバネロ愛感じたね。なるほどね。別にでもたとえ違う地方にいたとしても、その旅で続けれるっちゃ続けれるんだよね。続けれるんだけど、こう2人セットでっていうのがあるじゃん、俺ら。まあ確かに。連携がちょっと難しくなるかもしれないけどね。なんかでも最初の頃はさ、まあ、ちょっと思い出作りじゃないけど、温泉を紹介していくっていうよりかは、なんかいろんなところに行ったその旅にフォーカスした動画みたいな感じだったけどさ、なんかいつからかちゃんとこう温泉を紹介するようになってさ、なんかそこぐらいからちょっと意識が変わってきたよね。確かに。この真面目な話していい？別にいいよ。いいじゃないか。3周年、1年間を振り返るっていうの大事なことだよ。そうで、だからその引っ越しでユッケも関西に引っ越しますってなったのはすごいなんか俺の中ではターニングポイントというか。ターニングポイント。ターニングポイント。俺それ言いたかっただけなの。そういうこと。でもさ、引っ越して奈良県に来たじゃん。まあ今大阪で撮影してんだけどさ、奈良県って知ってる？全国ワースト2の源泉の少なさらしいのよ。そうなの？そんなに少ないんだ。そう。そう一番少ないのはどこでしょう？沖縄や。正解。よう分かったな。狭いから。沖縄がなんか源泉数が20個ぐらいしかないらしいのよ。そんなに少ないんだ。そう。で奈良は2位だけど、まあ奈良はじゃあ20個30個ぐらいなのと思ったら、だいぶ違って70個あります。意外とあるんですね。そう70もあるんだったらさ、まだ全然いけるじゃん。まあね。いいねこれ。いいよね。なんかちょうどいいやつ。温泉臭もするしね。ユッケはこの位置ね。そう。俺はそうだな。まあ引っ越したっていうのはもともとの奈良に帰ってきた家だからあんまり実感はないんだけど、地元やもんね。まあそうだね。去年とかで一番印象強かったのは和歌山。3連発で動画撮りに行ったじゃん。あれハードだったよね、今考えると。確かに。前の年にも熱海3連発とかやってた2周年1周年企画でやったのね。やった。その3連発ってさ、なんかでも、温泉入ると嬉しいけど、実際なんかそんなに貸し切り3個一気に入るのしんどいよね。しかも暑い時期だったじゃん。確かに。ちょっと9月ぐらいだったね。今も違うもん。奈良から和歌山じゃない。そう。名古屋から和歌山だったそう。余計しんどかったからね。あれがやっぱ印象強かったな。おじさんだからね。おじさんだからね。まあそうだよね。俺らもいつまでも若くないってことだよ。そろそろ露天風呂行く？そうだね。昔の動画をさ、見返して思ったけどさ、この露天風呂すごい景色いいけどさ、俺ら喋ってる音、どんどん焚き火されてる。今回はちょっとマイクを使います。ほんまっすか？こうやって喋りながら入るけど。
そうだからどっかのなんか YouTuber がやってたんだ。中央マイクとかがあるのが一番いいんだけどね。でもあの時も使ってたんだけどね。あ、ほんま。使ってたじゃん、スマホの方に取り付けるやつ。あ、やってたかも。でもなんか無理だったよね。確かにうまくいかなかったね。まあマイクがあるならやってみますか。見ますか。はい。どうも、浜根の温泉のゆっけです。ポテトです。いつも浜根の温泉をご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。この度私たちは3周年を迎えることができました。ありがとうございます。おめでたいね。ね、ということで3周年として皆さんに今月はこんな動画を出しますよっていうのではなくあるんですよね。はい。3周年目は、はい、まあ、特別な動画とかではないんですけど、グッズを作ることになりました。はい。はい。まあ早速聞けるんですけど、これポテトが作ったんでね。はい。ハバネロかな、HBNRO ハバネロ温泉サークル。はい。このキャップと T シャツで白黒で。後ろはね、こういった金具で調整できる。ちょっといい帽子だね。販売するサイトがすずりっていうところなんだけど、で T シャツは俺らが今着てるのはサイズが XL でね、177、6ぐらいだったから、そうだね。だからまあそれぐらいの人が XL で着てもらったらいいかなっていう感じですね。これがオーバーサイズなんですが、ちょっとゆったりめには着てる。確かに。で他にもいろいろデザイン作ったね。例えば俺の方だったらいつも温泉に入浴してる時に股間を隠す金隠し。そうこう下半身の部分を隠すために使ってるイラスト俺が描いたんだけど、あれのマグカップだったりメタリックなタンブラーを新しい幅のデザインで作ったりもしました。そのデザインだったら他に T シャツだったりタオルだね。そうだね、タオル。いろいろなんかそれぞれが試行錯誤してこのデザインどうかなっていうのを作ってみました。僕の方はですね、イラストを2パターン書き下ろして、1つ目は僕らをモチーフにしたユッケとポテトのミニキャラみたいな、今多分ここら辺出てると思うんですけど、そのキャラクターをモチーフにしたものが、T シャツ、ステッカーとかを作ってます。あと、お風呂に持っていけるポーチ、そういうのを作りました。ホットスパイスで、このホットスパイスって書いてあるこのロゴを使ったタオルとかももちろん作ってます。もう俺こんな感じでひげないけどね。俺はなんかちょっと若返る。そんなに若くない。あともう一個、ペーハーチって俺らよく紹介するじゃん。それを他の視聴者さんから今の子は PH って書いてあるやつを pH じゃなくて PH って習ってます。ドイツ語読みか英語読みかってことだよね。そう古い僕らみたいな人間は pH って読んでるんだけど、今の現代っ子はその pH って読んでるらしい。なんで、そういうのがあるからちょっと若者キャラとおじさんキャラでモチーフにしたその pH シリーズpH、pH のシリーズ、キャラ2種類作ったものの、T シャツだったり温泉バッグ、お風呂バッグだね。ああ、なるほどね。結構大容量で入るバッグみたいな。あとそれのステッカーとアクリルちょっと俺うまくできたなって気に入ったからちょっと作っちゃったんだけど、ざっくりそんな感じかな。あとはもうこの動画公開後にすずりのサイトの方でできるようになってます。期間とか特に設けたんですね。そうだ、今のところ、ここまでっていうのちょっと決めてないんだけど、でまたもしかしたらね、それを元にこれだけの方が買ってくれるんだけど元に、その次回の動画も作ってるかもしれないから。まあそうだね。だからもう8月中はとりあえず販売してます。はい。一旦予定としては8月末まで販売ということですね。そうです。はい。もう概要欄のリンクから買えるようになってるから、この後買ってみてください。で種類がねたくさんあるんで、どれも欲しいよっていうふうに言ってもらえたらありがたいんだけど、いやこんなたく
草買えねえよって人もいると思うから、そう、その中で気に入ったものをね、そうそうそう、買ってもらえるとね、破産しないように。でもこれまあグッズをさ、そもそも作ろうとなったのは、自分たちが温泉行く時とかに、ユニフォームみたいなのをするねみたいな、まあそう感じで作ったんだよね。なのでもう次回からはこれを着て温泉に行くっていう感じでしょ。まあこれだけじゃないですよ。他にも作ったやつ。そう、僕らも実際に買って使ってきますんで、僕らも同じものを着れる人が何のメリットなのかわかんないけど、まあ好きな人からしたらね、嬉しいじゃないですか。盛り上げるためにも一着でいいから。はい、以上ハバネロ温泉でした。もう一つありますか。せやな、さっき内風呂しか入ってないけど外も入りたいしね。行こうか。行きますか。はい。いいね、この昼下がりの、ね、今回はねちょっと滝対策でマイクを使わせてもらってますが、はいやっぱね無理だったね。前の時がもうずっと滝の音がボワーってなっとったもんね。でこの部屋数種類あるうちの一番滝に近いところだもんね。あ、そうだ。そう。あ、そうか、前もそうだったよね。あ、そうだったか。前もここだった。前と同じ部屋じゃないかな、これ。なるほど、完全にアップデートですね。この上に露天風呂があるんだよね。あ、大浴場の。そうだよね。あれ今回は、大浴場はこのまま入れるの？いや、これはもう貸し切り風呂だけの料金だから、まあ大浴場に入るにはその日帰りの料金を精算して入るぐらい。なるほどなるほど。まあでも逆に言えば、その貸し切り風呂自体はその貸し切り風呂だけの料金しかかかんないから、よく結構追加で大浴場入らないけど、そっちも払わなきゃいけないよとかあるじゃん。あるね。それがないからまあいいよね。確かに。最近さ、もう夏場じゃん。匂い対策とかってしてる？匂い対策。匂い対策は、まあ柿渋シャンプーとかじゃないの？逆にそれだけ？とか、あとはクレンジングオイルでしっかり耳の後ろとかケアしてる。そういうことね。そう。いや、なんかさ、最近ちょっとどっちなんだろうっていうのがあってさ、要は何もしなかったら匂ってきちゃうじゃん。まあ人によってはね。人によってはまあ大体おっさんなんか匂っちゃうじゃん。まあそうだね、俺らの年代なんか。そうだからなるべくなんていうの、逆スメハラみたいなのあるじゃん。柔軟剤の匂いが臭いとかさ、香水が臭いですみたいな。そういうのが逆なのか。そうだから対策するときに、無香料っぽいやつで対策したいんだけど、でもそれだけで抑えれるのか不安じゃん。じゃあなんかよくトライアルに売ってる赤と緑のやつみたいな、オールドスパイスでしょ。そう。ドンキか。ドンキに売ってるんか。ドンキとかにも売ってるね、最近は。最近流行ってんのかな。でもああいうさ、メンズのやつってさ、まあ匂いはすごい抑えれると思うんだけど、その別の意味で匂いがきついじゃん。その香りが強すぎるってことでしょ。そうで、どっちがいいんだろうなと思ってね。強い匂いでごまかせば、臭い匂いではないじゃん。でも臭い匂いに上乗せされるのが一番やばいと思うから、強い匂い、臭い匂い、まあどっちも嫌っていうのはあるだろうけど、それをうまいこと調和できてないと意味ないと思うよ。でもどっちなんだってさ、むずいじゃん。匂いは無香料のもので匂い消しますって言われてもさ、時間が経っちゃえば臭い匂いだけにしかならないじゃん。まあね。でも臭いと強い匂いが混ざったら、まだマシっていう説ない？どうだろう、俺はどっちも苦手なんだよね。どっちも苦手だよ、それ。昔俺が行ってたジムでさ、だいたい夕方ぐらいに行くと、多分仕事上がりで来るんだよね。めっちゃ臭いんだよ。足とか？
いや足の匂いだと思うんだけど、もういらっしゃいませって言われてて、入ってきた瞬間にもうみんなで顔を合わせる感じで、来たみたいな感じであいつ来たみたいな感じで、爪原おじさん。そうで、案の定さ、俺は男だけど、話すまで我慢するかって感じだけど、そういう女性客の人とかがさ、まだスタッフさんとかいる時間帯だから言いに行ってたもんね。ちょっと匂いがすごすぎますみたいな感じで。すごいじゃん、言いに行けんの。すげえ、もう本当に尋常じゃないぐらいですか。まあでも他のお客さんからのクレームっていうのだったら言いに行かなあかんわな。逆にその方が言いにくいの、言いやすいのか。他のお客様からご意見入ってまして、ちょっとクソございますみたいな。言いに行ってたよ。まあそれだったら俺言いに行けるわ。本当にね、なんか目がしびる感じの臭さ。ああ、そのレベルだった。なるほど。嫌だね。そういう人がさ、そんな無香料のものでさ、招集しますっていうの聞かないじゃん、多分。聞かないと思うよ。だったらそういう強い匂いでごまかした方がいいんだろうね、多分。まあそうだろうね。なんかさ、俺らもこんだけ貸し切り風呂行ってるけどさ、俺らは撮影目的で来てるんだけど、一般的にさ、貸し切り風呂使う人たちってさ、どういう感じで使うんだろうね。そら大事な時間を過ごしたいんじゃない。でも多分一人で来る人ではないと思うんだよね。まあそうだよね。一人であんま入る人はいないよね。あんまりいないと思う。最低でもやっぱ2人3人ぐらい行くんじゃない。どうなんだろう、例えば男女で来る場合さ、その貸し切り風呂をそのデートプランに入れてくる男って、センスあるんだろうか。まあでも一緒にお風呂入りたいね、ホテルは嫌だけどとかあるんじゃない。そういうことか。あるんじゃないかな。色気がなさすぎるというか、ムードっていうか、もうその60分という縛りで出なきゃいけないから、多少イチャイチャしようが大丈夫っていうのが、ちょっとホテル一緒にちょっと泊まるのはとか入るのはっていう抵抗がある人が一緒に行くんじゃない。俺逆に健全だと思うんだけどね。健全だと思うよ。温泉に入りたいっていうのさ、なかなかそんな混浴のとこなんてないじゃん。ない。だから手軽に行けて、そういうカップルで来れるってすごいいいと思うんだけどね。まあでも貸し切りに入る方が、のんびり時間を過ごせれるっていうのはあるかな。まあそうだね。なんかさ、最近そういう、俺が個人的になんだけど、不倫してるやつのさ、制裁動画とか見すぎてさ、純粋な家族の物語っていうか、そういうがこういうとこ利用してるんだなと思うと、すごい微笑ましいよね。まあね、普通はそういう利用なんだよ。熱い。ちょっと一旦上がるわね。よし。皆さん、動画は楽しんでいただけましたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、動画の中でも説明していたんですけれども、ハバネロ温泉のオフィシャルグッズが出ますよっていうことで、今回のお知らせでした。重大発表っちゃ重大発表なんだろうね、俺らにとっては。これね。そう、新しいグッズができました。これはその一つ、pH と pH です。あとはこういったハバネロ温泉の一気にダサくなったのね。ハバネロ帽子麦わら帽子みたいに言わないですね。ハバネロ温泉の帽子だったり、いろんなグッズをちょっと作ってみました。皆さんが普段つけやすいようなデザインをそうですね、ちょっと考えてみました。あれ誰々のグッズじゃんみたいな感じですぐ分かんないような感じでね。こっちはちょっと笑っちゃうかもしれない。これなんかちょっとトイストーリーみたいな感じなんでトイストーリーみたいな、トイストーリーフィックスフィギュアでね、アーミーフィギュアプレハージなるほどね。いい感じのデザインです。ポテトさんが頑張って考えてくれました。と、もう一つお知らせがあるんですが、そうなんですか？さっき言ったでしょ。先日我々の住みかにこういったものが届きました。ハバネロ温泉と書いてある段ボールです。ハバネロ温泉にハバネロ温泉のシールが貼ってある。そう、ハバネロ温泉のシールです。見えるかな？こんな感じで。これ
遅延じゃないよね。違います。これね、上の部分はちょっと住所が載ってるのでね、ちょっとお見せすることはできませんが。これが実際送られてきたんだよね。はい。で、なんかなと思って中を見たんですけど、実はね、視聴者さんからの贈り物でした。すごいね。はい。で、少し前にプレボっていうサービスやったの覚えてます？はい、覚えてます。はい。ハバネロ温泉のメンバーシップを参加されている方はすでにお聞きかもしれないんですけども、プレボというサービスを開始しておりまして、視聴者さんがこの2人に何か贈り物したいなとか思ったら、このプレボというサービスで贈り物ができますよっていう生ものは無理なんだよね。まあ生ものはでもクール便みたいなのはもしかしたらできるかもしれないけど、ちょっとそれは利用してみ詳しくはね、ちょっと送るときに調べてもらいたいなっていうところ。いろんなものが送れるみたいです。はい。他の YouTuber やってる人とかでもやれ魚が届いたとかなかった？あとなんか牛タンとかもあったかな。じゃあ生ものも送れるかもしれないですね。ということで、せっかくなので中にお手紙が入ってたので、ちょっと1個読ませてもらおうかな。読んでいいのかな？いいです。お名前は書いてなかったんですが、察する方は察するかと思います。波に入って名前は湯守と書いてあります。日ごとに暑さが増し、木陰が心地よい季節になりました。いつも氷結レモンを飲みながら楽しく拝見しております。この度プレボの運用を開始されたとのことで、早速ですが送ってみます。ただひたむきにかりんとうを作り続けて1世紀、朝日製菓のかりんとうです。なんか美味しいです。僕はきんぴらが好きです。いきなり大量のかりんとうを送りつけられて困惑されていることと存じますが、ぜひご賞味ください。これからもチャンネル楽しみにしています。暑さ厳しきよりくれぐれもいいじゃない。暑さ厳しきよりくれぐれもご自愛ください。湯守と書いてありました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやマジで嬉しい。で、肝心のものが何が送られてきたのかと言いますと、はい、こういう感じでいいですかね。はい、いきます。パン。もう書いてあったんですけどね。書いてあったんですけど、いろんな焼きとうもろこしのかりんとう。かりんとうでさ、焼きとうもろこしって何？桜かりんとう。こんな感じです。いろんなものがある。なんか塩キャラメルとかもある。名誉総裁賞受賞小雪。すごいね、これめっちゃうまそう。これ日によって賞味期限が違うんだね。そうだね。これはきんぴらごぼうのかりんとう。これがじゃあおすすめって言ってたやつだね。そうだね。きんぴらが好きですって言ったから。いろんな種類あるよ。十国峠とか書いてある。十国峠のかりんとう。じゃあせっかくなのでおすすめいただいたきんぴらごぼうを食べてみましょうか。ね。俺これも気になったんだよな。いいよ、別に食べても。このじゃあ焼きとうもろこしときんぴらをちょっといただこうか。和だね。いただきます。いただきます。すごいきんぴらの匂いだ。きんぴらのかりんとうって何や？きんぴらごぼうと一緒に作ったかりんとうかな。なんだろう。きんぴらのちょっとピリ辛あるじゃん。ピリ辛要素があるんだけど、かりんとうの甘さもある。しっかり味はかりんとう。でも香りとかはきんぴらごぼう。うまっ。ちょっとじゃあ俺もこっちの焼きとうもろこしいただきます。うまいです。焼きとうもろこし。かりんとうじゃないね。かりんとうではないね。めっちゃこれ酒に合うわ絶対。まあそうだろうね。お酒好きな方なんでね、このくださった方が。うまいでしょ、それ。きんぴらごぼうの味しっかりするでしょ。美味しいです。送っていただいた方ありがとうございます。ありがとうございます。っていう感じで僕らがこういう反応とかを動画とかで紹介もしたりするので、ぜひ皆さんちょっと贈り物してみたいなと思ったら概要欄のプレボから送ってみてください。文面からね、僕たちは誰が送ってくれたのかなっていうのが分かったんですけど、視聴者さんの中にはね分かる人もいるかもしれないです。多分分かると思う。コメントをちょっと遡れば分かると思う。そうだね。
ヒントだらけの文章でした。ねこれでも手紙にすごい恐竜とか書いてあってすごい愛がえ、嬉しいです。今もうたくさん送ってきてくれてるから、それをちょっとつまみに、配信をしたい。そうだね、これはそういう感じでご紹介もさせていただきます。はいです以上、浜辺の温泉でした。バイバイ。4周年よろしくね